はい。皆さんどうも、こんにちは、クワトロです。今日はですね、闇属性のガチ勢対談パート2ということで、またね、今日も和音さんに来ていただきました。はい。では、本日もよろしくお願いします。お願いします。2回目の和音です。前回の闇属性ガチ勢対談から結構時間空いたんですけど、なんかあれですね、その間に環境も変わりましたよね。そうですね。フェディエル石とかの実装とかで結構変わったかなって感じしますね。パラゾーが追加されたりとか、あずさがめちゃめちゃ期待してた割にはめちゃめちゃなんか肩透かし食らってしまうとか。思ってたより感はありますね。本当はあそこであずさがめっちゃ強くてこれに対して対談するみたいに構えてたのに、蓋開けてみたらこれちょっと時間取れねえなみたいな感じの微妙な性能でお蔵入りになるっていう。そうですね。あずさには2プラ持ってきてもらうつもりだったんですけどね。2プラはやばすぎ、そんなこと考えたのか。前回の闇属性対談の時から、なんかいろいろ環境が変わったとかっていうのと、あと周年でいっぱいガチャが引けたんで、なんか取った武器とか取ったキャラとかをどういう風に強化して詰めていこうかなみたいなので結構悩んでる人が多いと思うんで、今回の闇属性ガチ勢対談パート2は、前回触れられなかったところとか、その拡張性が出てきたところとかについてちょっと詳しく話していこうと思います。ということで、今ここの画面に今回話していこうと思ってる内容を出してると思うんですが、前回話せなかったキャラとか、あと石とかについてはね、今回聞いていこうと思うんで、すいませんがよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今回の動画から初めて見た方で、前回の対談まだ見てないよっていう風な方は、今ここにサムネ出してると思うんですけど、概要欄にリンクの方を貼ってるので、ぜひ見ていただければと思います。前回の闇の対談やばいんですよ。やばいんすか？いや、めちゃめちゃやばくて、どこまで再生数伸びたか知ってますワンさん。いやー、途中からはわかんないですね。1万超えたぐらいまでは知ってるんですけど。いや、なんか1万超えたとか2万もうちょいでいきそうみたいなところまでは、俺、ワンオさんに報告してたんですけど、今なんとですね、5万6000再生までいってます。すごいっすね。桁が倍以上。ちなみに自分のチャンネルで上げてる動画のベスト4に入ってます。いや、すごい。いや、でもそれだけ、やっぱ闇属性に興味ある人がたくさんいるんですよ、きっと。なんか、ハーマー探検とかで多分難しいですもんね、あれ。結構。そうですね。今の闇は武器編成とか難しいですね。闇属性はね、探検でコンバージェンスの武器が渡されたから、なんか、あれですもんね、脳死で入れて強くなる武器じゃないってところがすごいポイントですよね。そうですね。武器使4本っていうのは結構厳しいんで、現状。なのでね、そういったところで具体的にどういう風に入れていくのかっていうところも、ちょっと今日聞いていこうと思うんで、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、では、前回、ワオンさんと対談したときは、その手持ちのハーマー探検が2本だったと思うんですけど、あれですもんね、3本目手に入れたっていうことだったんですもんね。そうですね、生えてきましたね。生えてきたっていう表現面白いな。いや、そう。で、そのハーマー探検3本目、まだ自分持ってないんですよ。まだ2本しか取ってなくて、はい。その4500円天井の交換先がまだ浮いてる状態なんで、ちょっと3本目本当に行こうか迷ってるっていう風なところもあって、個人的にすごい気になるっていうところもあるんですけど、はい。なんか正直な話、ハーマー探検3本目取ってみて、どういう風に感じてるかっていうところをちょっと最初に聞いていいですかね。正直思ってるのは、その火力、その武器枠の構成の問題で、ハーマー探検3本入れるってなると、他の火力武器が結構入れづらい状況になって、はい。そんなに条件伸ばしても叩けないっていうことが起きちゃって、3本入れるよりかは2本入れてる方が今は多いですね。おー、なるほど。もうなんか俺としてはそれすごい朗報なんですけど3本目ももしかして無理にやらなくていいかもみたいな感じで、じゃあ実際の編成って今どんな感じなんですかね。そうですね。じゃあまずあれですか、古戦場の50想定みたいな感じですかね。そうですね。普段使いとかだと150こんな感じですね。パラゾ入れて探検4にしてるって感じですね。そうですね。はいはいはい。これ、あれですか、なんか前回150ってなんか両面の馬房の入れた編成とかだったと思うんですけど、はい。そうじゃなくてこれあれですか、片面バハとかですか、ひょっとして。そうですね。肩バハですね。いやー、出た、肩バハか。肩バハなあ、でもこれ、あれか。240でもいい系の肩バハですか。そうですね。240でも、ここの召喚よだめが強いんで。サブカモじゃないメインカモの召喚よだめだったら230でいいから、ワンチャン230
まあでもあれか、250じゃなくてもいいみたいな。そうですね、250じゃなくても。この後パラゾンについての話もしようと思ってたんだけど、やっぱパラゾンが結構強いみたいな感じなんですかね。そうですね、パラゾが強いですね。やっぱ、ハルワル探検入れた時の火力のなさっていうのを補ってくれるって感じです。で、探検優秀って感じです。法人が欲しいですもんね、この編成って。そうですね。なんか、あれなんですよね、自分も知り合いとかにハーマー探検3本どうなのみたいなところはちょっと聞いてたんですけど、はい。やっぱなんか上限がめっちゃ上がった割に上限まで火力が届いてないみたいなのが結構聞いてて。そうですね。ダンバフとかだったらまた話変わってくるんですけど、そういうのない状態だと結構使いづらいって感じですね。これ、あれですもんね、邪悪の上限はしっかり叩けてるんで、ハーマー探検3本目入れるかどうかの差は、6% か、6% の上限の差みたいな感じですもんね。そうですね。じゃあこれ、本当に2本本質みたいなところあるかもしれないですね。実際やってみてって感じになるんで、3本が実は強いみたいな感じにもなると思うんですけど、現状はこれに落ち着いてますね。まあでもなんかあれですよね、なんか無理して3本目取得しなくても、パラゾをもし持ってればここに着地できるっていうところで考えるとめっちゃいい編成ですね、これ。そうですね。ちなみにこれなんかメインエレシキガルなんですけど、はい。メイン終末の魔法戦士だとどんな感じになります？メイン終末の魔法戦士だと、なるほど、こんな感じですね。なるほど、フォールン増やして、ここはあれですか、フォールンがいっぱい入ってるから上限叩きやすいから、ハーマー探検3本みたいな。そうですね。じゃあ理想とか本当に上限叩きたかったら3本は確かにあると便利だけど、パラゾでもいいっちゃいいみたいな、そういう立ち位置なんですかね。そうですね。3本目はパラゾでも代用はできるのかなって感じですね。これあれかもしれない。本当にハーマー探検3本本当にどうなのみたいな思ってる人結構多いと思うんで、これ、あれですか、ハーマー探検をパラゾに入れ替えると火力は上がるんでしたっけ、この編成だと。そうですね。火力は上がりますね。でも、ビサか。そうですね。ビサですね。なんで、この場合だと、アーマー探検の方が強いですね。なるほど。そっか。魔法戦士だとフォールン2本入れられるから、法人がちょっと足りてる分、パラゾの優先度が落ちるみたいな、そういう感じか。結構編成にもよったりして、例えばバフ、結構負けるキャラクター編成に入れると、アーマー探検3本目が強いです。本当にね、なんか無理して取りに行くかは人によるみたいな感じか。そうですね。さっきちょっと話出たんですけど、覚醒パラゾニウムって、ワオンさんの中でどういう評価なのかなってちょっと聞きたくて。そうですね。足りない後陣、連撃補えるいい武器って感じですね。探検っていうのもあって、ハーマー探検と合わせやすいっていうのもあるし、例えばデス召喚しないパターンでちょっと連撃盛りたいなっていう時に、ハルマル探検じゃない。パラゾニウム刺したりしますね。で、召喚しないとかだったらあれですか、肉集めとか95減るとか。そうですね。もうちょっと盛りたいなって時に役立つ武器ですね。でもなんかここに見えるだけでなんかパラゾニウムを3本持ってるっていう人俺初めて見たんですけどちなみになんかパラゾって1本ですか？でも2本作ってますね。そうですね。自分は検証用で2本作ったんですけど、基本は1本でいいですね。なるほど。よっぽどのことがない限り2本目は使わないかなって感じですね。でもなんか基本的に入れるならフォールンの方が強いとかだと思うんですけど、あれですか、3手目的に入れるとかそういう感じですか？そうですね。探検盛りたい、なおかつその連撃盛りたいっていう時にパラゾを2本目使ったりはしますね。でもなんかあれですよね、なんか他の属性でも最近光で岩盤転移が強いんじゃないみたいに言われてたやつもそうなんですけど、火力落とさずに上限も漏れて3手ちょっとだけ漏れる武器って今結構なんか評価高いですよね。そうですね。2本作っていろいろ試したいっていう人がこの動画見てる中にどれぐらいいるかわかんないですけど、じゃああれですね、基本は1本でいいみたいな。そうですね。基本は1本あれば大丈夫ですね。4つ無凸持ってたらどうします？ちなみに。重ねちゃいますね。自分だったら。もう全部重ねて素体残さず1本作るみたいな。ヒヒ玉に余裕があるなら1本は無凸で置いとくって感じですかね。使いたくなったら作ればいいかなぐらいに保険として置いとくぐらいですね。はい、わかりました。はい。じゃあ今、ハーマー探検とかパラゾとか、最近追加された武器とかについても聞いてきたんですけど、前回主要キャラ、キャラクターのとこですね。
まあ、実際闇属性どんなキャラ使うんじゃいみたいなところは聞けてなかったんで、はい。これを機にね、その和音さんの、今やってるその厳選レベルとかも見せてもらいつつ、LB とか指輪とか見せてもらうといいかもしれないんで、はいじゃあすいませんが、お願いします。最初にやっぱ闇のキャラって言ったらやっぱシスになると思うんですよね。シスはだいたいこんな感じですね。アビダメ上限とヨダメってことですね。そうですね、アビダメヨダメですね。エクステンドもついてるし。そうですね。2個使すごいって、ゴリゴリですね。攻撃を全振りしたくて、こんな感じでサポ浴び振ってますね。なるほど。で、まあ、クオン入れてる人とか多いと思うんですけど、まあ、優先的に振りたいのは、そうですね、一番下の段は全部強いんで、もうここは多分確定ラインに持ってってもいいのかなって思ってて、その後ってなったら、クリティカル、排水闇攻撃、で、TA、連撃補いたい時に TA 振って、あと残りが攻撃って感じになると思うんですよね。じゃあまあこんな感じの優先度で、あと自分の触れる分だけ振ってもらうみたいな感じですね。そうですね。覚醒タイプはシスは連撃になってますね。TA5% っていうのも結構でかくて、やっぱ4ダメっていうのは強いですね。まあシスは多分手動フローとともに、まあ、ずっと闇属性でほぼほぼ入るみたいな状況だと思うんですけど、そうですね。手動で主に使うキャラとフロートで主に使うキャラみたいに分けてちょっと聞いていきますか。そうですね。結局でも闇っていうのは、そのフロートも手動も両方強いっていうキャラが多くて、例えばはいフェディエル、リッチっまあ確かに、はい。ていうのが結構フロートと手動両方入ってくると思うんですけど、とりあえずこの2キャラいきますか。じゃあリッチはこんな感じですね。アビダメヨダメですね。当たり前のように15% ついてるすごいな。まあそうですよね。リッチはそうですよね。そうですね。ヒット回数も多いですし。で、LB が、こんな感じですね。まあクオンは振られてるんですけど、まあ結局あれですよね。そのフローとか手動とかで使うんだったら、アビジョは絶対で、あとはそうです攻ね。撃とか HP とか。そうですね。優先度的に言えばアビリティ上限で、その次に闇属性攻撃うん。になってきて、あとはお好みで攻撃に振ったり、体力に振ったり、オーバードライブに振ったりって感じがいいと思いますね。なるほど。で、リッチの覚醒何になってますかね。リッチも連撃になってますね。これなんか基本なんか連撃になってそうだな、なんか。そうですね。基本連撃が多いですね。まあ、闇強いからな。結局なんか殴れる分の余ダメ増えるんだったら増えるだけ OK みたいな感じになってそうだな。そうですね。はい。じゃあ次行きますか。はい。次フェディエルですね。そうですね。次フェディエルがよく使うかなって感じですね。はい。アビダメ余ダメ。そうですね。こいつもアビダメヨダメですね。上が、なるほど。これは多分手動でアホンさんが使う機会が多いから扇余ダメ振ってないみたいな。そうですそんな感じね。自分が手動で使う機会が多くて、扇上限は振ってないですね。まあ、だと、フローメインだとそこ振った方がいいかもしれないですけど、まあ、上限系優先してあとはお好みでみたいな。そうですね。結構これは珍しいかなっていうフェディエルの振り方ですね。で、覚醒タイプどうなってますもちろん連撃ですね。まあ、そうですよね。むしろ連撃じゃないキャラ聞いての時にだけ教えてもらった方がいいかもしれないですね。むしろ。そうですね。自分は基本連撃に振ることが多いですね。じゃあまあ次は、まあ、手動といったらボーマンですかね、次は。そうですね。次、ボーマンですね。ボーマンは、まあ、アビダメヨダメで、LB がこんな感じですね。はい。やっぱクリティカル優先しますよね。そうですね。クリティカル優先の渾身闇属性攻撃が強いですね。ボーマンって、まあ最初出た時から強いよねって言われてたと思うんですけど、はい。なんかもう、あんまり闇のキャラも来なさそう。まあ来ている座が闇かどうかぐらいの話だと思うんですけど、現状のキャラの中だったらやっぱクオンは入れ得みたいな感じですか？そうですね。ボーマンは結構、まあでも、ぼったちキャラとして強いって感じで、はい。そんなにクオン入れるかどうかでは、そんなに変わんないのかなって感じはしますね。なんか闇属性に本当に心捧げてる人だったら、みたいな。そうですね。闇が好きな人だったら、まあ入れてもいいのかなって感じのキャラですね。多分、クオンが入ってないと、こんな感じで全部振ることできないんですけど、優先はやっぱクリティカルですか？そうですね。クリティカル優先で、その次渾身
で、次に闇属性攻撃って感じですね。こうやってたら攻撃も追加で触れるみたいな。そうですね。その後、扇上限か、攻撃に振るのか、お好みって感じですね。で、あれですもんね。これも覚醒連撃ですもんね。当たり前そうですね。連撃ですね。はい。OK です。ありがとうございます。手動であと使いそうなキャラだと、ありいるかな、オーキスとかですかね。オーキスもたまに使いますね。オーキス。そう、厳選のレベルが高えな、これ。でも、大体、アビダミヨダミって感じですかね。そうですね。あんまりいい LB 持ってないですもんね。そうですね。優先度とかどうなります？優先度で言うなら、闇属性攻撃。でその後、好みなんですけど、自分は敵対心ダウンに振ることが多いですね。でも、そうか。フロントで使うとしたら確かにそうですね。そうですね。でもなんか、落とす役割として使われることが結構多かったんで、どういう風な厳選とか覚醒するかもあれですけど、フロントでもし使うってなったらやっぱ連撃っすか？そうですね。そうですね。ここはちょっとなんかあれかもしれないですね。そのムーブこれから詰めていく段階でどうなるかって感じかもしれないですね。はい。ありがとうございます。あとなんか通常軸で使いそうなキャラいます？メグとかですかね。確かに。メグ強そう。メグがこんな感じですね。メグえぐいですよね、こんな LB。そうっすね。これはクリティカル全振りして最強ですね。ちなみにメグって、ワオンさんなんか肉集めとか95で使う想定とかしてたりします？肉集めと95両方使う想定で今はしてますね。そうなんだ。じゃあ、やっぱあれか。ちゃんと厳選はしといた方がいいか。これも覚醒連撃ですか？そうですね。こいつも連撃ですね。その自分のタップ浴びの効果で別枠持ってるんで、それが結構強くて、春丸探検とかと火力ない武器入れても結構上限叩きやすいっていうキャラで結構活躍してますね。あとは、フーちゃんとか使います？フーちゃんは多分使わないですね。去年使ったっすけど、なんかそんな感じじゃないですよね、今本当に。そうですね。なんかボーマンもいるし、シスも結構勝手に連撃するし。はい。じゃあ多分手動はこんな感じだと思うんで、次フルオートだと思うんですけど、はい。フルオはなんか敵によってキャラのチョイスが変わるとかもあるんで、あんまりいっぱい上げすぎてもなんか時間なくなっちゃうんで、なんか強そうなキャラだけちょっと口頭で指輪と耳飾りだけ教えてもらうとかでもいいですかね。そうですね。強そうなところで言えばビカラですね。まず最初に出てくるのが。で、ビカラは指輪が扇上限で、耳飾りの方が渾身になってますね。次はそうですね。マギサとか、水着マギサ。これ多分あれですよね。阿弥陀メヨダメですよね。そうですよね。これはなんかもう、なんか今までのパターン見てたら俺でもわかる。あとフローだと、多分あれですね、聞いておきたいのは多分ハーマーとかですよね。そうですね。やっぱハーマーも強いですね。ハーマーも結構阿弥陀メアタッカーですもんね。そうですね。阿弥陀メヨダメですね。メグとかビカラとかが特殊なだけで、実際闇属性ってほぼほぼ阿弥陀メヨダメで成り立ってるみたいな感じですね、本当に。そうですね。闇属性っていうのはなんか阿弥陀メでゴリ押すみたいな感じのキャラが多いですね。はい。じゃあキャラに対して代表的なところは一旦こんな感じって感じですね。じゃあ、あとは推しキャラですね。俺ツイッター見ましたよ。見ました。そう、これ。LB、所持 LB がカンストしたんですよね。そうですね。3年ぐらいかかって、やっとカンストしましたね。ちょく集めつつ。いや、これマジですごいと思う。俺も、和音さんほどじゃないですけど、普通にバジラの LB クラスとか完走を目指して頑張ってたりとかしてたんで、はい。ここを頑張るっていう風なモチベーションは全然わかるんですけど、この LB カンストやろうとは思わなかったな、さすがに。結構前々から、2年ぐらい前から狙ってて、ちょくちょく編成に入れたりとかして集めてましたね。こっからもう先ないですもんね。そうですね。こっからはもうないですね。いや、もうこれ運営が想定した数値の最大上限叩いたってすげえな。ちなみに闇属性のキャラで LB クラスってどうなってます？結構誰が稼いでます？結構、そうですね。高っ2ページ目の上ぐらいまではいますね。カンストキャラ。春丸もこの間出てばっかりですけど。そうですね。春丸は光でフェリエル潜る機会が多かったんで、ちょくちょくはあったんですけど、ついでにやっちゃいましたね。
ああ、でもなんかあずさとかやばいことになってるけど。そうですね、あずさとかも裏で使うようで上げときましたね。多分あれですね。闇属性でこれ強いかもみたいに言われてるキャラは、うわ、やばいやばいやばい。もうクオンの数もやばい。大体999、あ、もうなんか、あれだな。フォルテが999になってるのすごいな。そうっすね。ちょっとでも闇で使う機会あったキャラは結構999にすること多いですね。すごい。あ、でもフェリーもか。すごい。フェリーもなってるわ。そうですね、クオン入れてるキャラは全員カンストしてますね。やば、かっこいい。俺もこうなりたい。俺ちょっとクオン入れてるキャラ優先してあげようかな。ちょっとなんか考え変わりそう、これ見てたら。めっちゃかっこいい、これ。はー、やば。ちょっと、俺も頑張ります。頑張ってください。いや、ですね。頑張ります。じゃあ、まあ、これでキャラについては聞いてきたんで、次、召喚石ですね。まあ、召喚石は、まあ、直近だとフェデリが実装されたっていうところもあったんで、まあ、その辺が多分一番気になるところだと思うんですけど、まあ、必須石とあったらいい石みたいな感じで教えてもらえるといいんですかね。和音さん多分ほぼほぼ手動でやることが多いと思うんで、手動でやるときに優先度が高い順で教えてもらえるといいですかね。そうですね、自分の中で優先度高いのはやっぱフェディエルで、2番目にってなったら、ジルニトラちょっと落ちちゃうんですけど優先度的には。はい。その後にスリーピーが優先度的には3番手かなって感じですね。スリーピーに関しては古戦場で言うとクリアハーブ自分で手動で押しちゃえば代用効くんで、そんなに重要視はしなくてもいいのかなって個人的には思ってますね。あったら楽って感じですね。ブロック効果もあれですね。カレー編成とか使ってるときは、これ絶対強いかもとかって思ってたんですけど、なんか最近カレーって感じじゃなくなりましたもんね。そうですね。今は武器枠がきつくてカレー2本入れる余裕っていうのがあんまりないって感じで、渾身寄りになっちゃいますね。じゃあスリーピーの次ぐらいになると、もうあとあんまり、もうなんか本当ナイアルラトテップとか、そうですね。この辺とかになっちゃうのか。もうバブとかは多分必須系の石なんで、まあカウントしないとして、あと、あれか。なんかさっき片面バカの編成見せてもらったと思うんですけど、はい。あとはなんかバハ作れたらみたいな感じですかね。そうですね。バハも結構優先度は自分の中で高いですね。結局エルシュキガル持ってたら主人公は扇しかやらないんで、あんまり片バブっていう恩恵がないんですよね。でその分、バハムートは召喚よだめが上げれるんで、普通にメインで持っててもバブよりかは恩恵得られるのかなって感じで強いですね。あとじゃあこれに付け加えて、その闇属性以外の石ってなった時に代表的に上がるのがまず水着ベリアルと、そうですね。あとはヤチマと、あとはあれですね、超越ルシフェルとかになってくると思うんですけど、ベリとかベリは結構やっぱ作ってる人多いかもしれないですけど、ベリってやっぱあった方がいいっすよね。そうですね。水ベリは結構闇でも使い勝手多いと思いますね。自分も肉集めの編成と95ヘルの編成は入ってますね。ちなみに召喚ってするそうですか、それ。自分はあんまりしないですね。じゃあもうあれですね、カウンター目的みたいな。そうですね。カウンター目的で入れることの方が多いですね。まあ、さっきジルニトラを押してたみたいなところもあるんで、なんかあれですね、バフ石とかバースト石としてはジルニトラの方が優先みたいな。そうですね。じゃあ、あと、ちなみにヤチマって使ってます？闇で。ヤチマはあんまり個人的には使ってないですね。やっぱそうですね。なんか俺もそうなんですよ。なんかヤチマ強いのはわかるんですけど、闇ってなんかエルシキガルがあって結構最適化されてるからどこで使ったらいいかわかんないですね、正直。そうなんですよね。ヤチマを1ターン目に投げようと思うと、結局そうダメアビを使ってない関係で敵の召喚、敵の自己紹介みたいな名前がバーンって出てくるやつが、ヤチマ召喚してリロードした後に出ちゃうんで、あんまり使う機会がないですね。まあ、あとは超越ルシとかですけど、実際俺全然作れる気しないんで、闇子戦場までに。そうですね。自分も超越ルシは作るつもりはいるんですけど、闇子戦場までに間に合うか、まだちょっと据え置きって感じですね。
あれですもんね、なんかさっきバカやってる理由も、なんか召喚の余ダメージを増やしたいみたいな目的だったと思うんで、それで考えたらなんかルシじゃなくて別の役割みたいな感じですもんね、バハも。そうですね。まあ、ルシはあれっすね、なんか、そもそも作れてる人がめちゃめちゃ少ないんで、純白の翼効果とかで結構バフも乗るみたいなんで、ちょっと武器構成変わりそうな気がしないでもないんですけど、まあでも一旦ここは、あれですね、一旦ルシの話は据え置きみたいな感じですね。そうですね。はい、わかりました。じゃあ、どうしようかな。さっきちょっと聞き忘れちゃったんですよね。スリーピーの時に、ちょっと話ちらっとあったと思うんですけど、そのカレー編成みたいなところ、はいはい。最近なんかちょっとあんまり影薄いなって思ってて、はい。ハーマー探検を使った編成さっき見せてもらったと思うんですけど、はい。カレーを使った編成と比べてどうなのかってところだけちょっと見せてもらってもいいですかね。了解です。そうですね、さっき見せてもらった編成がこれで、予測ダメージが108万9000みたいな感じなんですけど、実際あれですもんね、カレーをもしこの編成に入れ込もうと思ったら、武器枠の関係でもう拳4にするしかないんですもんね。そうですね。武器枠的に取れないから、そうですね。そう、俺ずっと気になってたんですよ。カレー3本和音さん持ってるから、ここでちょっとカレー3本入れた時の火力とかの話聞きたいなと思って。実際カレー3本入れた編成がこれですね。あ、でも火力は高いですね。確かに。そうですね。HP60% 地点でこれなんですけど、さっきの編成と比べるとその上限っていうのがそんなに盛られてない。邪悪とハーマー探検で 10% 違うのか。そうですね。じゃあ、でも 10% って聞くとかなり違いますね。そうですね。結構変わってきますね。10%。予測ダメージ10万伸ばすときに上限 10% 違う。かなり迷うな。しかもあれですもんね、HP 削れた状態から始まりますもんね、これ。そうですね。60% 地点から始まっちゃうんで、痛い特殊とか食らっちゃうと、すぐバタンキューしちゃいますね。これちなみに HP どんぐらいあるんですか、これ。低そうですね。だいたい2万平均ぐらいですね。いや、これ無理ですね。まあ、片面で今やってるからってあるかもしれないですけど、両面でやっても多分3万乗るか乗らないかギリぐらいの。そうですね。っていうのもあって最近使う機会があんまりないですね。なるほど。じゃあこれだったらなんか普通にパラドとか入れた探検編成とかで組んでた方がよっぽどコスパ良さそうですね。そうですね。結局オルポとか飲んだ後のリカバリーっていうのもそっちの方が入れやすいっていうのもあって。なるほど。敵によるみたいなところはあるかもしれないですけど、いやでもこれだったらなんかすぐポーション飲んでカレーの意味なくなっちゃいそうだな。そうですね。確かにありがとうございます。でもこれ結構気になってる人多かったかもしれないんで、はい。いや、聞けてよかったですね。実際魔法戦士でカレー入れた編成をすると、なるほど。魔法戦士だと、そっか、探検4にすれば収まるけど、でもこれあれですもんね、確か、HP60% 地点だったらカレーよりもフォールの方が強いですもんね。そうですね。確か。今110万。今、ちょっと変えますね。はい。110万。あれフォールの方が弱い。あれなぜだ？ペディエル入ってるから効果量が。そういうこと？多分そういうことっすね。そうなんだ。すごい。これは新発見。ペデル全部に乗ってるから、こっちの方が強くなる。すごい。これなんか常識変わっちゃった今。そうだったんだ。すごい。これすごいな。これ初めて知った。HP どんぐらいですかこれ。これ片面ですよね。これ片面ですね。片黒ですかね。これ片バカです、ね。まあ、そうですね。片バカでも一緒か、条件は。また際どい HP だな。そうですね。耐えれなくもないけどって感じですね。いや、まあ、フェリー入れて、フェリー1押せばギリ耐えれなくないぐらいの HP ですね、これ。そうですね。ただ、はるまる探検2本入ってるんで、防御値 50% 上がってるんで、まあ、結構しみるかなっていうのもありますね。そっか。魔法戦士だとありかもしれないですね。フェディエル持ってれば。そうですね。フェディエル持ってれば魔戦ありですね。
ああ、そっか。ポーション。まあでも敵によるのか。敵によるかもしれまあないけど。そうですね。ああ、じゃあこれあれかもしれないですね。本当にカレー2本用意できるけど、とつるか迷ってるみたいな人は、実際ちょっと敵の動き見て様子見でとつるみたいな、そういうパターンありですね、これ。そうですね。うわ、これなんか一番、めっちゃ今日一番驚いたかもしれない、これ。ああ、そうなんだ。新発見。ありがとうございます。すごいなんか勉強になった。はい。ということで、和野さん、本日もなんか本当にいろんなことをたくさん教えていただいてありがとうございます。ありがとうございました。いやー、なんかフェディエルまだ実際に自分とつってなかったり、ハーマー探検3本持ってなかったりで、結構本当に今回気になっていろんなこと聞きたかったんで、なんかそれが聞けて本当に自分としても良かったです。古戦場までここからさらにアップデートが入るっていうのが、でもなんかほぼほぼないような感じですもんね。そうですね。まあ、来て新キャラ1体2体来てくれたら嬉しいかなぐらいですね。強いやつ。あー、確かに。なんか前の光古戦場直前に用が出されたみたいな感じで、工場で細かいところに手が届くキャラが来るかなぐらいか。そうですね。なるほど。ってなると、もうあれですね、その、ガチャとかの期間が終わって、無料が終わったら、もうなんかみんな武器とつっていくとか、あとは、あれですね、その、金好き溜まった人は L 式ガル取るかどうかとか、そういうのを多分なんか結構これから考えていくみたいな人がいると思うんで、まあそういうところの参考になったらいいかなっていう風な感じですね。そうですね。なってくれたら、はい、嬉しいですね。いや、めちゃめちゃ勉強になってる。ほんで、カレー3本の話、違う、なんだっけ。カレーとフォールンが軽く逆転するみたいな話はめちゃめちゃ今日びっくりした。フェディエルがほんと強いですね。フェデル強いっすね。フェデル強いっすね。突んなきゃな。正直4突舐めてましたね。いや、そうっすよね。なんか、フェデル4突される前に、なんか、ワノさんちょっとあれですもんね。なんか、フェデル本当に入んのかみたいなことちらっと言ってたじゃないですか。そうですね。正直、疑問だったんですけど、世界変わりましたよね。実際入れてみて。40% でけえっすね、やっぱり。やばいっすね。まあ、ということで、一応闇属性の細かいアップデートとか、そういうところに触る、対談っていうのは、まあ、これで一旦区切りよく終わるっていう風な感じなんですが、前回の配信の時に言ってて、まだ実際にできてなかった、ライブ形式のガチ勢対談っていうのをやろうと思うんで、これ初めての企画なんで、ちょっと自分としてもすごい楽しみなんですけど、4月1日23時、まあ、夜の11時ですね。23時から、和音さんと自分で、クワトロのチャンネルでですね、ガチ勢対談ライブっていう、その、実際に配信形式で、和音さんと自分でなんかいろんなことを話していくっていう風なことをしようと思うんで、まあ、ぜひね、ちょっと時間ある方はぜひそちらにお邪魔してもらえると嬉しいんで、そちらもよろしくお願いします。お願いします。多分エレシキガル実際に使ってみてどうなのみたいな質問めちゃめちゃ来そうな気がする。なんか使ってるところ見せてほしいとか、あとはアーマー探検1本しかないんですけど、その場合どういう風に編成組んで、このコンテンツ周回しますかとか、そういうなんかこの対談で聞けなかったところとかを対談形式で、その質問とかしながら視聴者とやれたらいいなっていう風に思ってるんで、まあ、ぜひそちらもよろしくお願いします。では、和さん本日も長らくお付き合いいただいてありがとうございます。ありがとうございました。はい。この動画がもしいいとか役に立ったっていう風に思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。はい。では最後までご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。